ヒーロー7使っていたんですけれども、電源が入らなくなって壊れちゃったんですね。当然ヒーロー6と比べますと相当機能の性能も上がっておりますので、自分の撮影スタイルと合っているかなというところが心配なんですよね。機能、性能、拡張性ですとかいろいろな部分でですね、メジャーメーカーの方がいいのではい、皆様こんにちは。本日は GoPro Hero 6 Black を使いましてモトブログの方を行っていきたいと思います。今回のお話の方はですね、現在撮影で使っております Hero 6ですけれども、もし仮にですねこちらの方が壊れてしまったら、代替品として何を購入しようかなというお話なんですね。ヒーロー6を購入する前にですね、ヒーロー7購入いたしまして使っていたんですけれども、手ブレ補正がよく効いてですね、なかなかお気に入りではあったんですが、ですね、ぽっくりと言ってしまいまして、電源が入らなくなって壊れちゃったんですね。でそのためですね、現在はヒーロー6の方を出番が多くなっているわけなんですけれども、仮にこちらのヒーロー6もですね、古いものですからぽっくりと言ってしまった場合にですね、代替で何を購入しようかなというふうに考えてはいたんですけれども、特にですね現行モデルにはこだわってはいないので型落ちのモデルでもいいんですけれども、その時にですね、考えうるのは値段なんですが、こちらのちなみにヒーロー6の方は中古品で購入して、購入当初はですね19,800円だったんですね。本体だけの購入であればちょっとお高く感じてしまうんですけれども、実はマイクアダプター付属になっていたんですよね。でそれを考えますと、あれ逆に安いんじゃないかなと思いまして購入に至ったわけなんですね。外部マイクは使いたいと思っておりましたから、マイクアダプターが付属になっているのは好都合だったんですね。で当時はヒーロー7の方も元気に動いておりましたので、どちらでも使えると、これはラッキーと思っていたんですね。ですから中古じゃないにいたしましても、型落ちでですね新品の何かカメラの方ないかなと、そういう状態で探しますと、現在はインスタ360エースというですねものが29,000円ちょっとで販売しておりますと。そしてメーカーは同じになるんですけれども、360度カメラ X2 もですね、だいたい同じぐらい29,000円ちょっとで発売されているわけなんですね。欲しいなというふうには考えてはいるんですけれども、値段的には手頃な値段ですよね。そしてもう1台はですね、DJI Osmo Action 4、こちらが33,000円800円ぐらいで売っている時があるんですね。ただしアクション4はですね現在所有しておりますので同じものはちょっといらないかなということで、こちらはパスになりますね。で以前、アクション3の方がですね25,800円ぐらいだったかな、最安値が。そのぐらいで売っていた時があったんですけれども、もう今はですね在庫もないでしょうからちょっと残念ではあるんですけれども、そのためですね、エース
エースプロじゃない方ですけれども、エースか X2 の方かなという気がするんですよね。ヒーロー6と同じようにですね、アクションカメラとして使うのであれば、エースの方になると思うんですけれども、360度カメラ結構以前からですね、興味が湧いておりまして、欲しいなというふうに思っていたんですよね。でも X5 とかになりますとお値段かなりしますのでそのくらいの値段出すのでしたら、まあちょっと他のアクションカメラの方を購入して、アクセサリー関係をですね、ちょっと充実させた方が使い勝手は良くなるかなというふうに思っていたりしたんですけれども、でも X2 はですね、お値段かなりお安くなっておりますので、ちょっと興味があるなと。ですから、360度カメラにですね、興味がある場合には、かなりちょっとお買い得になっている X2 かなというふうに考えてはいるんですね。360度のカメラってどういう感じなのかなと気になっている人にはですね、いいのかなと。X3、4、5とですね、番号が上がるたびに商品の方は新しくなっていくんですけれども、そして新たにですね、解像度が上がっているですとか、HDR が使えるようになっているですとか、いろいろとですね、いい面はあるんですけれども、ただ、いきなりですね、8万円とかっていうのは、やっぱりちょっときついものがありますので、私には360度カメラ合わなかったという風になってしまってもですね、8万円で購入してしまった日にはですね、もう無理やりにでも使わなければならなくなっちゃいますので、それは極力避けたいということで、29,000何がしの X2 からまずは始めてみようかなというふうに、ヒーロー6がなければ考えるわけなんですね。そしてもう一つ、エースの方になりますけれども、エースプロの方が、どちらかと言いますと、人気ですし、売れていますし、夜景が強いっていうところがやっぱりいいですよね。今までアクションカメラでそういうのなかなかなかったですからね。そういうちょっと特別なと言いますか、突出した点はないんですけれども、発売されてそんなに年数ですとか経過していませんから、なかなか良さそうかなと。そしてアクションカメラとしてのですね、形ですね、360度カメラとはちょっと違いますので、今まで通りの使い方ができますから、良さそうかなというふうに思いますしね。メジャーメーカーのカメラ、あれですよね、今まではモデルチェンジしてしまいますと、そんなに長い期間販売したりとかしてなかったんですけれども、X2 なんかを見ますと、かなり長い期間販売してますよね。そう考えるとですね、インスタ360エースの方はですね、なかなかに良さそうなんじゃないかなというふうにも思いますしね。当然、ヒーロー6と比べますと、相当機能も性能も上がっておりますので、文句なしにですね、ガシガシと使っていける機種だとは思うんですよね。360度カメラには興味はあるんですけれどもね、自分の撮影スタイルと合っているかなというところが心配なんですよね。ただ、使ってみないとわからないですから、そういう点では、お安くちょっと買えるようなので、なんだったらもう19,800円ぐらいで売ってくださいっていう感じなんですけど、そこまで下がっちゃったらもう、あっという間に商品なくなっちゃうでしょうけどね。価格的にですね、あの、中華アクションカメラと比べますと、メジャーメーカーのアクションカムというのは
非常にお高いものにはなるんですけれども、型落ちとかで構わないということであれば、中華アクションカムの高級モデルとですね、数千円ぐらいしか変わりませんので、まあ、内容を見ますとメジャーメーカーの方が圧倒的によろしいので、機能、性能、拡張性ですとか、いろいろな部分でですね、メジャーメーカーの方がいいので、実際ですね、私結構好んで中華アクションカメラの方は使っているんですけれどもね、このぐらいの価格帯の中華アクションカメラが私の使い方でどのくらいこう使えるのかなというようなところをですね、あとは自分でこう工夫して使いやすくしたりとか、そういうところがこう楽しかったりするんですけど、ですから機能や性能、拡張性を求めたりとかする場合はですね、やっぱりメジャーメーカーの方がいいのかなという気もしますしね、いろいろ使ってみて。ただ中華アクションカメラもですね、面白さというものがありますので、そういう点ではですね、これからもやめられないかなという気はしますけどね。いやー、メジャーメーカーの方も、型落ちとはいえですね、お安く購入できる状態になっておりますので、お買い得感はありますよね。型落ちだから全然使えないということであればどうしようもないですけれども、型落ちでも十分に使えると欲しくなっちゃうなという気がするんですよね。とはいえ、今までのお話はあくまでもですね、現在使用しておりますヒーロー6の方がもし壊れてしまったらというお話になりますのででも今以上にですね、お値段下げられてしまうとですね、ついつい購入してしまいそうになりますけれどもね、というようなですね、とめどないお話の方をしてまいりましたけれども、本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。